おはこんばんは、オリーブです。今回はここの壊れた作業台を直して早く終われば廃材の片付けの続きをしたいと思います。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当これなので真似される方は自己責任でお願いします。よし、始めよう。そうだ、コンセントないんだ。はい。ということで、汚い天の声、オリーブです。扇風機つけられないって言ってましたけど、いろいろなものにコンセント使っちゃってて、扇風機のコンセントを挿す余裕がなかったですね。なので、今回は蒸し暑いんですけど、扇風機なしで作業していきます。この動画はラジオ形式で進めていきます。約10分ぐらいで終える予定なので、肩の力を抜いて、お菓子とかジュースとかお酒とかつまみを用意しながら、気軽に見てもらえればと思います。よーっ。ちょっと映像が乱れましたけど、このガレージシリーズは毎回ガレージあるあるとか整備あるある、オリーブに質問などコメントや DM を募集していますので、お気軽に書いていただければなと思います。ちなみに前回のコメントがこちらです。たくさんのコメント応援ありがとうございました。はい。そしたら前回の動画から1週間経ちましたけど、皆さんどんな1週間でしたか？オリーブの人は少し遠出をしてキャンプをしてきたんですよね。で、ボートの偽装とか作ってる割に釣りもしないし、魚もあんまり食べないんですが、奥さんが無類の釣り好きなので、キャンプ遠出ときたら釣りをしまくるので、車内で眠り続けていました。めっちゃ眠れましたね。で、道の駅とか行ったりして帰ってきたわけですけど、お出かけの前に動画を少し撮っただけなので、今回もいつものごとく大して作業が進んでいないんですよね。まあそんなにキビキビ動きたいわけでもないから、まったり進行でゆるく作業は進めていきたい。それが願いです。そんなことより、作業台を直すのに、作業台が欲しいみたいな状態になっちゃってますよね。旋盤を作るために旋盤が欲しいみたいなあれです。で、今回はせっかく直すので、少しこの作業台について話してみようかなと思います。まずね、前回の作業でこの作業台壊しちゃったんですけど、今の状態が上の板が割れていて、くるくる回してクランプみたいに使える機能がついてるんですけど、そのくるくる回すハンドルの部分のネジ山が歪んでて回しづらい状態になっているんですよね。なので普通は買い直した方がいいんですよね。ただ少し改良というかバージョンアップして使ってみようということで今回直すことにしました。直す工程はネジ外して板切って貼るみたいな単純なものなので特に気になる人がいないと思うんで省くんですけど、これねめっちゃ使いやすいんすよね。何がいいって安い、軽い、丈夫、折りたためるってところで、まあ今回ハードな使い方をしたから壊れちゃいましたけど、今までよく持ちこたえたなって思いましたね。で、上に貼られてる板って言っていいのかな？ MDF っていう材料で作られてるんですよね。なんか木材をほぐして接着剤で固めたみたいなやつで、イメージで言うと、この MDF ってめっちゃ脆い印象だったんですけど、意外と壊れなかったですね。6年ぐらいは使ってるのかな。多分厚みがあるおかげで意外と丈夫なんすかね。でね、今回は倉庫に眠ってた材料を切り出して、元々貼られてた板の2倍の厚みで作ってやろうと思ったんですよね。そうすればラフに叩いてもより長持ちしてくれるかなって。で、元々ついてた板にはアタッチメントが付けられるように何箇所か穴が開けられていたんですが、新しく貼る板には穴開け加工はしませんでした。というのも、穴につけて使うアタッチメントって一回も使ったことないんですよね。クランプとか持ってない人が付属のアタッチメントで作業台の板をクランプみたいに使う機能だと思うんですけど、クランプいっぱい持ってるんで使う機会がなかったんですよね。それに穴を開けない方が丈夫じゃんってなるじゃないですか。で、ネジ山の歪みはグリスを塗ればなんかほらいい感じに雰囲気が出て治ったことになりますよね。そう、それで、格安のこういう作業台とか、Amazon の格安の道具とか、結構厳しいレビューが書かれてることってあると思うんですけど、個人的には、こんなに安くこれが作れるのすごいって思っちゃうんですよね。というのも、自作で道具とか作業台とか作ることもあるんですけど、結構素材から何か物を作るって難しいとオリーブは感じているんですよね。一番難しいとなるのが、構造というか仕組みなんですよね。この作業台って斜めに金属の骨
骨組みを2本つなげることで、強度と折りたたみの機能の両方を一つの仕組みで実現してる、すごい合理的な作りだと思いますし、上に乗ってる板も多分、素材としては安いであろう MDF に厚みを持たして強度を出すっていうところに機能美を感じますね。まあ厚みを持たせたらその分材料費は増えるからどうなんだろうっていう部分もありますけどね。はい、作業台の話おしまい。少しね、さっきの道の駅の話に戻るんですけどね、魚が好きな人はお酒好きも多いと思うんですよね。多分、奥さんも酒と魚が好きで地酒を買って喜んでたんですよね。でね、オリーブは酒が全く飲めないんで、飲めないからこそ思うことがあるんですけど、生きていて様々な感覚や刺激をたくさん味わうことが人生で満足して最後を迎えられる一つの方法だと思っているんですけど、そういう考え方でいくと、お酒を飲んで気持ちよくなる感覚ってどういうものなのかなってすごい興味があるんですよね。でね、オリーブの場合、酒を飲むと気持ちいい感覚や自分が最強になったような感覚をすっ飛ばして、いきなりインフルエンザにかかったような体のだるさで気持ち悪くなっちゃうんですよね。酒を飲んだ感覚を味わえる機会とかできないかな。でもそれがあるとみんな酒を飲まなくなっちゃうのかな。お酒を飲むとこんな感覚になるよっていう話があれば、ぜひコメントで書いてください。せめて言葉だけでもその感覚をもっと知ってみたい。そう、人生最後の日といえば、オリーブという人物は自分のことを話すのが本当は苦手なんですよね。どっちかっていうと、相手の話を聞く方が好きなんですけど、ただね、やっぱり自分を知ってもらっていった方が動画投稿としていいかなってことで話させていただきますと、今まで石橋を叩いたくせに渡らないくらい慎重派で不安持ちっていう性格なんですけど、そういう生き方は自分の人生としてはつまらない最後を迎えてしまうなと考えたんですよね。で、人生を本にするなら前半戦は白紙が続くページに等しいので、そろそろペンを取って何か書いていこうかなっていう感じなんですよね。となると、まず出てくる課題というのかな。そんな構えたような話じゃないですけど、とにかくあんまり道徳的すぎだったり、真面目すぎるような考え方はやめて、自分が何者かのジャンルも決めず、適当な生き方でもしようかな。好きなことをやっていきたいなって考えたんですよね。だから、車とかの整備動画を上げてるわけですけど、整備も完璧にできてるかわからないです。調べてやってはいるんですけどね。でね、整備動画って手順とか方法ってめちゃくちゃ怒られやすいジャンルですよね。多分。まあそもそも素人は車を整備することすら危ないって言われることもあるみたいですし、でもそこまで神経質に考えなくていいんじゃないかなって思ってるんです。多分世界ってのはバランスが大事で、例えば車にひかれる可能性があるから外は出歩かないってなるのかって話で、この例え話ってそれは極論でしょって言われそうですけど、そうなんです。極端な話なんですよね。車にひかれる可能性があるからって外を出歩かない人はあんまりいないですもんね。この話で言いたいのは、何か危険があるからって何々をしないってのはバランスが悪い選択だっていう話をしたかったんです。なので整備が完璧かどうかわからないですけど、調べるだけ調べてやるなら素人がやったっていいじゃないっていう動画を撮ったりするように今はなったんですよね。何かミスってても変な音が出て気づけることが多いと思いますし、試運転して再度ミスはないか確認すれば大体なんとかなりそうですけどね。まあだからって適当にやりすぎたら危ないですけど、そうでね、話は変わりますけど、今度から YouTube の収益化の難易度が上がるらしく、1000人以上のチャンネル登録者の部分は変わらないんですけど、年間視聴時間が4000時間から8000時間に引き上げられるみたいですね。ショート動画の場合はまた違うのかな。なので急いでせめてチャンネル登録者1000人を目指してるんですけど、まあ達成できなければ仕方ないか。でももしここまで見ていただいた方でチャンネル登録して応援してもいいよっていう方は登録していただけるとすごく動画制作の励みになります。ちなみに今の登録者数が330人になってますね。なので収益化までにあと670人の方の協力が必要ですね。よし、できた。やっぱりそれなりに時間かかるな。頑丈にできたな。板を2枚重ねて作ったので、前より頑丈になったと思います。はい。で、これ作業台を改良したんですけど、新たに名前を付けるなら、ダブルウッドベンチですよね。ああ、ダブルチーズバーガー食べたい。何か挟んでみようかな。
いい感じに挟めてるな。完成した。やめだ。疲れた。はい。ということで、疲れたみたいなので、今回の動画はここまでです。撮影できれば、また日本時間の日曜日午後5時に動画を投稿したいと思います。本日もオリーブの束の間ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。